こんにちは。アダルト・チルドレンについての電子書籍作家自分探しイズムです。第1回目と2回目の動画でアダルト・チルドレンの特徴を10個挙げました。その後の第3回目から今日までの分でその10個を解説してきました。アダルト・チルドレンを直すにはアダルト・チルドレンの特徴を知って自分の特徴を熟知することが必要です。アダルト・チルドレンの特徴を再生リストにしてひとまとめにしておきますので、よかったら活用してください。今日はアダルト・チルドレンの特徴の10個目の自分が嫌いということについて話します。この動画は前回の低い自己評価改善方法の続きです。自己評価が低いのと自分嫌いはつながっていますので、自己評価改善方法は自分嫌い改善方法ともつながっています。まだ前回の動画を見ていない方はそちらから見ていただいた方が理解しやすいと思います。概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらもご覧になってください。では簡単に前回の動画のおさらいをします。幼少期に軽く扱われたり、雑に扱われたり、気持ちを大切に扱ってもらえなかった人は、自己評価が低くなるかもしれません。自分の存在を一人の人間として重く認めてもらえていないのですから、自己肯定感や自己評価は低くなる傾向にあります。でも他ならぬ自分を低く評価したり嫌うのは自然の流れからしたらおかしなことです。おかしなことが起こるのはどこかに間違いがあるからです。例えば今ロシアがウクライナに侵攻しています。ロシアが間違っていますよね。でももしロシアが正しいということにした場合、現実は歪みます。どこかに歪みが出ます。つまりウクライナが悪いということになります。アダルト・チルドレンは本当にこれが多いんです。どこかに真犯人がいるのに、真犯人を正しいとしているので、現実に歪みが出て、自分が悪いということになっているのです。真犯人が見つかった場合、だいぶ救われることがあります。でも、それだけで長年の自己否定の癖を一気に解消することはできませんが、少なくとも自己蔑視の何割かを手放すことができます。でも真犯人に気づくと、今度は自分を治そうという意識より、真犯人を恨み続けるパワーに圧倒されてしまう人が多いです。そこにとどまり続けることはマイナスです。自分が悪くなかったということが分かったら、もう自分を責めるのはやめて、また誰かを責め続けるのもやめて、自分で自分を育てましょう。アダルト・チルドレンを治すにはこの姿勢が大事です。ではどうやって育てるかですが、やることはいっぱいあります。抑圧に気づくこと、無意識を意識化すること、憎しみを処理すること、認知の歪みを修正すること、依存心や甘えの心理を克服していくこと、心を育てること、
コミュニケーション能力を育てること、劣等感を解消すること、自己肯定感を上げること、などなど、まだまだ他にもいっぱいあります。その一つずつより、もっと大事なことがあります。自分を嫌わないこと、絶対に自分を責めないことです。どんなにいろいろなワークをしても、自分を嫌いながら自分を責めながらやっていたらマイナスです。だから何をやるかより先に自分を責めることをやめましょう。自己蔑視をやめましょう。自己蔑視をするなと言われて自己肯定感が高まるのなら、アダルトチルドレンなど簡単に治ります。アダルトチルドレンの問題の多くは無意識の問題だから、こうしようと思ってもこうできないんです。自己評価を上げようと思っても上がらないんです。自分を嫌うのをやめようと思ってもなかなかやめられないんです。長年かけていろいろ問題をためてきたということです。心の奥に問題がたっぷり溜まっているから、心の表面でこれをしようと思っても奥の方にたっぷりあるものに邪魔されるのです。だからどんなワークをすればいいかなどという前に、心の奥の方にある邪魔しているものを減らしていかないといけません。我々は自分の意思で行動しているように感じますが、実は我々がリーダーなのではなくて、脳がリーダーなんです。だから脳に寝ろと命令しても眠れない時ありますよね。リーダーは脳なので、自分がこうしようと思っても脳に拒否されてこうできないことも多いのです。つまり自分を変えるには脳を変える必要があります。だから時間がかかるのです。自分が縄跳びの二重跳びを上手くなりたいときは、本気の本気になって毎日練習すれば上達していきます。でも誰か他の人に二重跳びを上達させるのは難しいです。本気の本気になってくれないからです。まず本気の本気になってもらうために、機嫌を取ったり、褒めたり、やる気を引き出したり、モチベーションを上げていかないとなりません。こういう感覚です。自分がこうしたいだけなら簡単です。でも脳にこうしたいと思ってもらわないといけないのです。自分が右に行きたいのなら脳も右に行きたいというようになっていないといけないのです。なのにアダルトチルドレンの脳は今までの育ってきた環境で左に行く脳になっているのです。だから脳を育てなければなりません。そこで大切になるのは、乳幼児期から心の奥の方に何が溜まってきたのかということです。つまり何十年もかけてどのような生き方をしてきたかということです。これからはその逆の生き方を時間をかけてしていかなければいけません。でも難しいのは、アダルトチルドレンは大抵自分がどのように生きているかということに気づいていないという問題があることです。なのでこれについては
動画や本などで勉強する必要があると思います。そしてまず気づくことが大切です。今日気づいてもらいたいことは、アダルトチルドレンは自分を雑に扱っている。自分を大切にしていない。自分にひどい声をかけている。自分を責めている。自分にひどい態度をとっているということです。これに気づいて、これからは徹底的に自分を大切にする。徹底的に自分の味方になる。徹底的に自分に優しくするという生き方に変えましょう。これが脳を育てるということです。アダルトチルドレンはこういう人が多いです。フリーターの自分が嫌い。ニートの自分が嫌い。仕事が続かない自分はダメ。コミュ障な自分が嫌い。意地悪な自分が嫌い。自己中心的な自分が嫌い。この性格の自分が大嫌い。全部自分を責めていますよね。いつも四六時中、無意識で自分を責めています。でもそれに気づいていない人が多いです。こういう人もいますね。なんで自分は行動できないんだ。なんで自分は見てることしかできないんだ。なんで自分はベッドから起き上がれないんだ。四六時中辛辣な思考で自分を一斉攻撃しています。だから抑うつ的な気分になるのです。だからどんどん自分を嫌いになるのです。やりたくないときは見ていればいいよ。やりたくなったらやろうね。と自分に言ってあげましょう。こういう人もいますね。あの頃ゲームばかりしてなければよかった。そのせいでこんな風になってしまった。もっと勉強しておけばよかった。何やってたんだ俺は。ああ。もっと早く始めてればよかった。もう。はあ。これも全部自分を責めていますね。脳がリーダーなんですよ。こうしようと思ってもこうできなかったんです。そしてこのような脳になるような環境で生きてきたんです。こうしか生きられなかったんです。あるいは、また傷ついた。もう生きていけない。こんなメンタルの弱い自分が嫌だ。メンタルを強くしなければ。これも責めてますね。いつも自分を責めている。メンタルが弱いから傷ついたのではなくて、自分を責めているから傷ついているのです。メンタルを強くしようとするんじゃなくて、自分を責めないようにする。これを肝に銘じてください。どんな自分でも人間としてはみんなと同じように価値があるということです。メンタルが弱かろうと、ニートだろうと、フリーターだろうと、コミュ障だろうと、仕事が続かなかろうと、どんな自分でもいいんです。こうなるようにしか生きられなかったんだから、こうなります。これからは違う自分になるように生きていけばいいだけです。また、アダルトチルドレンは小さい頃から親に、ああ、それはつらかったね。それは悔しいね。それは寂しいよね。と、感情を共有してもらっていない人が多いです。親に自分の感情を軽く見られていたのです。こういう人は自分でも自分の感情を軽く見る傾向にあります。
そこでいつの間にか自分で自分の感情さえもわからなくなってきます。そしてその生き方を長年続けてきた結果、今の脳になっているのです。これからは意識して自分に共感しましょう。今寂しいんだね、辛いんだね、と自分で自分の感情を確認してあげましょう。これが自分の気持ちを大切にするということです。また無自覚で生きていると、親に粗末に扱われた人ほど自分を粗末に扱います。冷たい親に育てられた人ほど自分に冷たくなります。愛されて育っていないのであれば、意識的に自分で自分を大切にしましょう。毒親と同じことを自分に対してしていたら心は悪化します。たまには美味しいものを自分に食べさせてあげましょう。好きなところに自分を連れて行ってあげましょう。もっと楽しませてあげましょう。アダルト・チルドレンの人生は妥協に妥協の連続だった。諦めの連続だった。だから心が壊れているんです。これからはいかに妥協せずに生きられるかをテーマにしませんか？本当は海に行きたいけど、遠いから川でいいか。本当は犬を飼いたいのに猫でいいか。本当は欲しいけど、お金がもったいない。我慢しよう。本当は引き受けたくないけど、これぐらいならいいか。こういうのできる限りやめましょうよ。毒親育ちは雑に扱われているんですよ。お前の気持ちなど知らん。お前より世間体が大事だ。お前よりお金が大事だ。お前を楽しませるのはめんどくさい。このように育ってきてるんですよ。なのに自分でも自分にお金がもったいない、めんどくさいと言っていないですか？一番大事なのは自分なのに、自分より他のものを大事にして生きていないですか？自分へのコンパッションを忘れないようにしましょう。今日のおさらいです。アダルト・チルドレンの克服は、大切に扱ってもらえる人、気持ちを理解してもらえる人、気持ちに寄り添ってもらえる人のそばにいれば早くなりますが、アダルト・チルドレンはなかなかそのような人のそばに行けませんね。ならば自分が自分に徹底的に優しくする必要があります。それなのに、ひどい親のもとで育ってきた人ほど自分を粗末に扱う傾向があります。まず自分が自分にどんなひどい態度をとっているのかに気づいて、これからは徹底的に自分の味方になりましょう。徹底的に自分の味方になるには、親から引き継いだ歪んだ価値観を自分の価値観へ書き換える必要があります。我々は自信を持ちなさい、意見を言いなさい、人の役に立つ人が価値のある人、勉強ができる人が立派、仕事ができる人が優秀、などと言われて育ってきますよね。だからそれがそのまま価値観になっています。この歪んだ価値観を正しいということにしているから、それに合わない自分を責めてしまうのです。本来は人間はいるだけで愛される存在です。ニートでもいい、フリーターでもいい、コミュ障でもいい、仕事ができなくてもいい。この自分でいいんです。価値観を書き換えましょう。
弱いのに強くならなきゃ強くならなきゃと思うから苦しむのです。できないならできないでいい。この自分にできる生き方を見つければいいんです。そもそもこうなったのにはきちんと理由があります。このようにしか生きられなかったのだから自分を責めるのはおかしいです。これからは違う生き方ができるように少しずつ脳を変えていきましょう。今すぐ変わらなければいけないのではなくて、自分にゆっくり進むことを許してください。焦ると自己蔑視につながります。また人間関係でトラブってしまったとします。こういう時は、いいんだよ、急にできるわけがない。過去の自分より少しでも生きるのが楽になればいいんだから、ゆっくりでいいぞ、と自分に言ってあげましょう。では今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。では、バイバイ。